और बड़ी जाना पड़ेगा हमको, ये गाड़ी तो नहीं जाएगी ऊपर। 大丈夫？大丈夫じゃない。やばヘランガルボート。イエーイ。いや、すごい大迫力や。でっかい。なんだ。みんな。なんか体調悪そうやね。いや、昨日さ、寝台列車やられた。ちょうどね、ジャイプールからジョードプールまで寝台列車乗ったんやけど、俺の席がエアコン直下の席やって、そのせいでさ、熱出て、頭痛して、鼻水出てで、昨日大変やって。あ、いつも元気なアキさんがこんな感じで見るのは初めてです。大丈夫？大丈夫じゃない。やばそう。今日も多少体調良くなったけど、もう結構しんどい。けどまあ頑張る。旅挑戦弱旅の秋です。本日はね、インドのジョードプールにいます。で、今ここ、旧市街やね。旧市街のクロックタワーっていう場所。これはジョードプールのランドマーク的な、時計台です。ここは何で有名かというと、ワンピースのアラバスタ編っていうところで、この時計台が出てきたらしいねんか。まあ俺見てないけどね。見てないんかい。そう。まあとりあえず、ここからの見晴らしみたいなんで、行ってみましょう。はい、行きましょ値段は100ルピーやね。中は階段になってますね。登りやすい。段差少ない。でもこれ本当に100ルピー払う価値あるのか。あれもうゴール近っ。そんなはずない。まだ上あるやん、ほら。あ、いい。ここは静かやわ。もうさっきからさ、オートリクシャーとか100匹がうるさすぎて。そうやね。結構上らへんになると段差がきつくなる感じか。そうやね、一段一段が高い。あれ？あれ？時計台。あ、展望スペースないんだ。確かになかったもんな。よく見たら。これ昔は無料でやってみたいけどね。あ、そうなんね。あんま100ルピー払ってくる価値はないな。ないな。時計台の仕組みみたいなら全然ありやと思うけど。あれ何やったっけ？あそこに見えるの。メヘラでなんか、メンヘラで覚えてた。メンヘラで、なんだっけ？メヘランガル城。メヘランガルじゃな。ちょうどね、5分前にこれ覚えといてって言って伝えたのにもすぐ忘れる。名前覚えられへん。メヘランガル城塞。あそこね、歩いたら40分ぐらいか。あ、そうなんね。意外と近いといえば近いね。よし、オートリキシャ使おう。ちょっとおすすめの飲み物があるんで紹介します。はい。じゃあここ、なんていうのかわからん。シリミシュリアルホテル。インドのレストランってホテルって名前ついてるとこ多いのね。多いね。で、ここ何が有名かというと、マカニアラッシーっていう、もうこの地、ラジャスタン地方のジョードプールしか飲めないラッシーがあるみたいなんで、ちょっと飲んでみましょうか。で、これ普通のラッシーとどう違うかというと、普通のラッシーって普通のヨーグルトベースやんか。だけど、ここのマカニアラッシーは、ヨーグルトの中にサフランやカルダモンとかのスパイスを入れてあるやって。で、スパイシーでクリーミーな味が特徴らしいので、ちょっと飲んでみます。ナマステ。Do you have a Macania Rashi? Yeah. Okay, 中に座れるって。はい。まして、すごいなんかいろんな写真が飾ってある。お前やな。なんか賞取ってるっぽい。超有名店らしいここ。あ、It's a cream? Butter. はい、来ました。マカニアラッシーです。これバターやって、超大量。ラッシーにバター入ってるってあんまないよね。あ、これうまい。すごい。そう、スパイス。全然普通のラッシーだと味ちゃう。マジで。すごい後引く甘さ。で、バターを溶かすと一緒に食べる。バターなしの方がいい。そんな脂っこくないけどね、このバター。体もの味すんねん、結構。言い忘れてたけど、今回の企画は、ジョードプールの街を1日で全部観光するルート、モデルルートを紹介します。観光スポットはもちろん、こういう美味しいジョードプールの食べ物屋さんも紹介するんで、ぜひ参考にしてみてください。行ってらっしゃい。オートリキシャで向かってます。次行くところはどこでしょメヘランガルフォート。そう、メヘランガルトリで日本語では。出てきた。おお、すごいや。で、そこ行くには結構急な坂道があるみたいなんで、タクシーとかで行くのをおすすめします。で、ウーバーだと60ルピーでした。すごい今跳ねた。たまにさ、街歩いてたら、オレンジ色の髪のおじさんとかいるの分かった？その人がなんでオレンジかというと、あれって白髪染めらしいで。
単純にオレンジ色はヘナで染めてるらしい。ヘナタトゥーのヘナあるやんか。はいはいはいあれで染めてるって。あ自分もやったね、白髪染め。あ白髪染めってめっちゃ道迷ってるうん、大丈夫かな。Here、メヘランガルフォート。मेहरानगढ़ फोर्ट इधर से थोड़ा बाहर से घूम के जाना पड़ता है। こうルートこうなってるよ。 मेहरानगढ़ फोर्ट पैदल जाना पड़ेगा हमको, ये गाड़ी तो नहीं जाएगी ऊपर। Really? Here。 पैदल 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 रास्ता But बंद है। Uber is रास्ता नहीं है आगे, रास्ता घूम के जाना पड़ेगा ना। here。हाँ।いや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 。This route。 200 लगेगा। 100。 150。 150。 जाओ यहाँ से But Uber is this route decided here. Why Uber displayed this route? けどあんた受けたやんかなって You received this, accept this Uber route. Okay, 150. No English. Huh? No English. Okay, 言って。はい。めっちゃ役立つとこや。エクソ200. エクソパンチनहीं 200. Ex purchase. Ex purchase. 50 180 दे देना 180. 150. 180. 150. ぐらいになったんですかわからん。まだわからん150やろ。ウーバーで100やったのがってこ60。とあ60やったのがで行けへんから高くさせられたのねようわからん。ちゃんと Uber ではこのルートが出てんねんか。ああそうやねでこのおっちゃんこれで受けたやからこれで行かないとこれがロールっちゅうやつや分かったかまあでも150で行こう。Uber でこんなこと初めてやね。後で高い金額を請求されるって多分勘違いしてたんからでさっき150ルピーと180ルピーで言い争ってたんやけど30ルピーってよく考えたら50円やねんなどうでもいいわ200ルピーでもいいわまあまあ値段というかルールやからねそこら辺ちょっとしてほしいなって感じやけどねもう値段交渉は強気でいった方がいい本当にだから値段にしてると愛ちゃん引かんから絶対ほんまに正論を正すそう声大きめでやらないと多分通らないいやおお言うてる前についてきましたワンダフルヘランガルポートイエーイ着きましたいやすごい大迫力やねそうやねでっかメヘランガル通りで着きましたここはね高さ130メートルの切り立つ岩山の上にさらに高さ36メートルの城壁が建てられていますでここはね15世紀半ばにラオ・ジョダ王がマルワール国の神都ジョードプールのシンボルとして建設されましたその後も増改築が繰り返され内部には豪華な王宮寺院が立ち並んでいるそうですでここジャングルブックの著者ラドヤード・キップリンは19世紀末にここに訪れ天使や妖精巨人たちの創造物と形容しました素晴らしいメヘランガル砦から見える街の一望ですジョードプールは青い街と呼ばれている通りこんなに青い街並みが広がっていますそんなに青くないなそうやなまあ青いっちゃ青いけどあっちらへんちょっと青いけどねこれなんで青いか斉藤君知ってるああそれもちろん知ってるよ何ジャイプールピンクでしょジョードプール青お前らがピンクで行くなら俺は青で行くぜとおおなるほどなんで青いかというと防虫予防として塗られた塗料が化学反応で青くなったのが要因らしいとりあえず君もう全部歩きてよこっから見た方が青いねこれインドの伝統的な民族音楽かすごいここを建設した王様の名前が刻まれてます中はねもう古代の宮殿やねもう一言で表すなら荘厳ですねいやーここは来る価値あるのとてつもなく面積が広いですね、入り口を通ると広場に出ましたねああこれどこ歩けばいいんやろルートが定まってない感じがするな。いや、Japan? Japan? Oh, yeah. Yeah.
Fine, all fine. いや、グー。こんな感じで、インドは街歩けば声かけられます。 मिलके जाना भाई. まあフレンドリーなのはいいんですけど、あまりにも声かけられすぎたらめちゃくちゃしんどいですね。ちなみにここの入場料は1人200ルピーです。高いのか安いのか、安いか。鏡の間って書いてる。こっから見たら鏡の間、ものすごい綺麗です。すごいステンドグラスが綺麗な部屋に来ました。プールマハル、花の宮殿というらしいです。ちょっと調べたんですけど、ここではマハラジャ、いわゆる王様が30人の妃と数十人の妾と一緒に住んでたみたいです。古代の王様ってスケールが違うからすごいですよね。ここはタハットビラスって言って王様の寝室らしいです。ここはジャンキーマハルというそうです。赤ちゃんを育てるところかな。ここはモーティマハルって言って真珠の宮殿って言われているところみたいです。王様の個人的な謁見とかに使われてるみたいですね。天井には金箔や細かな鏡、あと漆喰など貝殻を混ぜ込み光沢を持たせて装飾しています。でこれが王様が座る台座ですね。ここは靴履いて入れんのや。なんかやってんね。いや、ここ絶対汚いやろ。めっちゃ大量に鳴らすやん。次の場所まで歩いていきます。はい。だいたい10分ぐらいかかります。見えてるとこ？わかんない。わかんない公園らしいけどね。次はこちら。ラオジョーダデザートロックパーク。わ、なんかスパイシーな匂いすんな。うまいな。森の中に入っていきます。で、ちなみに1人100ルピーでした。はい。いやー、インドの街中の喧騒の中にずっといたんで、こういう公園に来るとすごい落ち着きます。そうやね、静かやね。うん、空気もわりかし綺麗やしね。うん。頭ぶつかるわ。うま FF の世界や。い。うまいね。ダンジョンに迷い込んだみたいな。エローの矢印通りに行けば進めるみたい。まあ一本道しかないけどね。すごくない景色。こっからの眺めの方がいいね。これメヘランガル城の裏側らしい。では次の場所向かいます。歩いて11分ぐらい。うん。結構ね、オートリキシャが声かけてくるんやけど、だいたい50ペソぐらいやね、1区間。すごく安い。でももう僕らは11分ぐらいなんで歩きます。はい。はい、次着きました。あれ見てください。ここはジャストワンタダって言って、ジャストワン水2世を忍び1899年に建てられた宮殿です。白いとこかな。うん、多分そうやね。はい、ジャスワントタワーだ。これ外観は大理石でできてるみたいで、この周りには親族の廟がある。お墓なの？そうそう。インドのお墓は、こういうふうに廟って言って、宮殿みたいな形になってるよね。一番有名なのはタージマハル。そうやね。ちなみにここから見るメヘランガルフォートがすごい綺麗らしい。あと街並みね。で、ここから入れるみたいなね、廟の中には。靴を脱いで。なんか神秘的で涼しいね。気温がぐっと下がった気がする。この人どれなのね。次のスポットに向かっています。で、オートリキシャ150ルピーで、次のスポットはもうジョードプルといえばこの景色っていうところに行きますんで。Not for eat. Only for Yeah. here. Not eat. Okay. これなんかインドの紙タバコ、これとこれを混ぜるみたいで、10ルピーやって OK。白い粉を入れたらで、これを混ぜる。オップ。これ手出すで、手出すとこんな感じ。All done. で、苦っ。Not eat. どうだ？どうだ？苦っ。You spit?
おカイロール。口にいっぱいついてる。 Okay, good. What's the name of this? Lemon. Lima. Okay. Thank you. Namaste. So refresh. Yeah. Yeah. Here to the not good. No go. No good. No go. No. どんな気分なんそれ。あのね、子供の時に薬飲むの苦手やったやんか。あ苦味で。その苦い薬を10倍くらい苦くした感じ。あとスパイスがなんか入ってるけど、ちょっとしびれる感じがする。タバコの感じはあんの？タバコの感じ。タバコの感じはないな。ないんや。でも口の中がすごいリフレッシュされる。犬うんこめっちゃあんの。斉藤君。君のもあるで。いらんて。俺いらん。これで5ルピー。で2つで10ルピーやったわ。ちょっとやってみる？もうええわ。いや文化を体験するにはこれをやるしかないで。インドの男性ほぼやってる。その白い粉をこの中に入れる。タバコの葉っぱを白い粉に入れると。でミックスするのね。そうそう、ちょっと軽く振る。で手に出す。もう口に入れていいけどね、そのまま手汚れるし。ワンちゃん怖いんやけど、ちょっと怖いな。犬が怖いに移動します。ずっとついてくる。はい、これどうぞ。白い粉取り出して水飲んで吐く。汚ね、飛んだし。どう？あ、悪くないね。口の中リフレッシュされるでしょ。うん、爽やかだった。なんかどっちかというとお口くちくちもんだ上みたい。それのインド版みたいな。さはい、次の目的地はジョドプールが青い町って言われている由来がこの青い壁にあります。これね、防虫対策で塗られた特殊塗料かで化学反応して青色になってる。で多分この辺が入り口やと思うねんか。向こう行ってみよう。こんな感じで壁にウォールアートが描かれてる。だいぶ青くなってきました。今ね、オートリキシャでは入れないから歩いて行ってくれって言われて歩いてるんですけども、徐々に青くなっていく感じじゃない。ここは何やろ、集会場みたいな。あ、すごい青くなってきた。これはね、Is she Lakshmi? No. No. What's her name? Mahadeo. Where are you from? Japan. Oh, Where from? India, from Jodhpur. I think so. What are you doing? It's a Pray. pray. Yeah, Pray. pray. すごい真っ青。 My mom told us all of it. ナマステ。 ナマステ。すごいね。この家がすごい真っ青やわ。綺麗。全部がこれやったら綺麗やけどね。そうやね。今のところ一部一部が青いって感じ。ここもちょっと茶色というかオレンジというかね。いけ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 。え、いけ？突撃突撃。あ、危ない危ない危ない。ちょっとやめとこう。めっちゃ青かったのにな。番犬阻止された。どうですか？ブルーシティです。はい。結構臭いですけど。見てこれ。赤の階段にブルーの壁。上に登ってみよう。あ、人んちやな。次のスポットまでは歩いていきます。だいたい歩いて20分ぐらいです。でもね、結構ね、道ガタガタで歩きづらいんで、時間ない方はオートリキシャ使うのがおすすめです。オートリキシャは、20分、歩いて20分ぐらいの距離やったら、交渉せずに150ルピーでした。だから100ルピーぐらいまで下がると思う。俺60ルピーって言ったら、ノーウェイって言われたから。さっき水買ったんやけど、このキャップありやんか。開ける瞬間、プチって言わんかったん。だから元から開いてたと思う、これ。で、ちょっと飲んでみたんやけど、ちょっと違和感ある。多分これ水道水だと思う。だから店舗で買うときは絶対にこのキャップがちゃんと閉まってるかの確認した方がいい。じゃないと水道水入れて販売するとこもあるみたいやから。Thank you. フルーツビア。ノンアルコホールって書いてる。ノンアルコホール。いや、20ルピアってこれ。ビールみたいにするんから。はい、こちら。入れます。あ、新しいこれびっくりするよ。ミックスジュースあるやんか、大阪の、あれを炭酸にして爽やかにした感じ、まさにその味する。いや普通にうまい。コーラよりこっちのが好きやわ。美味しい。飲んでみて。これなんか飲んだことあんぞ。うまっ。アリナミン C。あ、そうやな。それをフルーティーにした感じやな。オルナミン C やん。うまい。俺ちょっと待って、フルーツに誘導されたけど、
フルーツジュースじゃないな。違う違う。インドでオロナミン C 飲みたい方は、これフルーツビアのアルコールおすすめです。普通にうまい。普通にうまい。いや、本当に街歩いてるだけで楽しいよね。いろんな人も声かけてくれるし。うん。それでこうやって絡まれるっていうね。うん。ナマステ。そうそう、これ別に悪い意味じゃなくて、フレンドリーやね。うん What is it? My? It's me. मेरा नाम आकी है. You are my girlfriend. No. My friend. こんな感じでめっちゃ絡まれます。お腹減ったんで屋台行きました。で、これパニポリって言って、パイの中にじゃがいもとこのスープが入ってる食べ物です。うん。おいしい。What's the name of this? Aloo tikki chola. アルティキチョラ。じゃがいも具だくさん見てね、野菜が。Spoon. 何やろ言った。うん、すげえ。かぼちゃスープみたいなやつする。美味しそうやん。で、野菜もたっぷりで、トマトも入ってるし。あ、ちょっとピリ辛やな。なんか本当にかぼちゃスープをピリ辛にした感じ。これが入ってるのね、これ。うん。今、謎のフルーツジュース屋さんに入ってないけど、ここは英語メニューと、あとこっちにはヒンディーメニューがある。一緒やんね。書いてあ一る。緒じゃないって。あ、ちゃうよ。こっちも安いよ。なるほどね。で、バナナシェイク頼んでみた。アイス使ってるからちょっと心配やけど飲んでみる。いや、コーラスチャールっぽかった。あ、そうなんや。うん。間違いないわ。うん。め間違いない。ちゃくちゃうまい。あれ、Google 翻訳ができるんちゃう？いけるでしょ。こんな感じで、いろんなメニューがある。で、Google 翻訳でヒンディーを訳すといいよ。で、そっちの方が安く飲めるから。メロンジュースとも30ルピアで。めっちゃ安い。安いはい、次の場所来ました。こちら。トゥールジの階段井戸。インドそこらしこに階段井戸はあるけど、もちろんジョードプレにもあります。で、ここは昔水没してたみたいやけど、発掘されたみたいやね。で、18世紀半ばに、その時のマハラジャンによって作られたそうです。あとここね、ショッピングビルやカフェとかも、屋上見て、ルーフトップカフェとかあるやんか。うん。で、結構、地元の人や観光客の憩いの場所になってるみたいやね。そうやね、なんか何人か木陰で休んでる人がいっぱいいる。で、ここはね、なんとね、入ることできる。入るってどういうこと？欧米人とかのバックパッカーがダイブしたりするらしいで。斉藤君やってみようか。誰もしてへんやん。絶対やらへん、ほんまに。無理。次で観光スポットとしては最後のスポット行きます。驚き車で20分ぐらいかかります。結構遠い場所にある最後のスポットは。はい、最後のスポット来ました。ここはウメイドバワン宮殿ですね。今もマハラジャが住んでいるという場所です。で、敷地内の一部はホテルになっていて、そこは宿泊者しか入れないみたいですね。建物の左半分が博物館で、右半分が宮殿ホテル。で、今から行くのは左半分のミュージアムです。中はこんな感じ。いかにも宮殿という建物ですね。実際こういう絵を見ても誰が誰かわからないんで、全く面白くないですね。あ、ここ綺麗やん。中庭ですね。ちなみに入場料は250ルピーです。ちなみにホテルは今日調べたんですけど、1泊20万ぐらいでしたね、今日は。高い。ウメイドバワン宮殿行ってきました。いやー、あんまり見る価値ないね、あそこ。そうやね。建物はすごいけど、中はそんなに展示室がなくて、うるさい。4欠。展示室がそんなになくて、250ルピーやったっけ？あんまり払う価値ないです。なので、まあ時間があれば行けばいいと思います。で、最後にクロックタワーの近くで3店舗美味しいお店を紹介します。行ったことないけどね。美味しいってネットで書いてあって、ちょっと行ってみたいなって印をつけてた場所なんで、今から行ってみます。はい。おいっす。ういっす。はい、1軒目のお店はシャヒサモサアローラナムキーンです。こちらのオレンジのお店やね。これ有名店らしい。めっちゃ人が多い。岩旅すごい活気やね。What is the most popular? メンティバラ。メティバラ。サモサ is not good? メンティバラ。ナンバーワン。ナンバーワン。なんかカレーパンみたいな感じやね。メンティバラ。メティバラ。OK, I'll order now. あまりにも混んでるから、おっちゃん買ってきてあげるっつって、50ルピー渡して買ってきてもらう。ピンクのおっちゃんやね。あ、そうそう。優しい。匂いしてるね。あ、Thank you。あ、道原？道原？ Yeah, samosa. あ、道原。メンティバラのい。サモサ2個来た。サモサ。サモサ。 Yo, メンティバラ。道原。 Yes. ダニョバ何も。買ってきてくれた。あ、これが道原ってやつ。いただきます。
すごいスパイシー。めっちゃ辛い。ソロタッチ。 So famous restaurant? Famous, famous. Oh. Jodhpur, Rajasthan. Number one. Number one. Yes. Number one の道原の店らしいです。道原。道原。Regular camp. すごい酸っぱい。酸っぱいね。すごい酸っぱいカレーパンって感じ。で、ピーマンがポコッと入ってる。なんかね、独特すぎて、俺はそんなに好きじゃない。ナンバーワンがサモサ入ってる。今までいろんな地域でサモサ食べてるけど、ここのは何番目か。おー、すごい独特な味する。マジで。酸っぱい。めっちゃ生姜が効いてるわ。生姜、美味しそうやん。まあ美味しいね。で、2店舗目、こちら、オムレツショップ。オムレツサンドで有名なお店みたい。で、片言の日本語で喋りかけられた。ほんじゃ、行ってみましょう。I'll have one omelette. Alibaba omelette I cooking now, very very oishi. Do you have a recommendation? Alibaba omelette, 100 rupees, very very oishi. What is the Alibaba? Alibaba onion, tomato, 2 different kinds of cheese, vegetables with pita bread. Ah, okay, yeah, I understand. ほんじゃ、アリババは Come here, you want to shoot the video. First I put onion, chili, tomato, トマト cheese, many many cheese. ああ。Is it good? オムレツ Omelette, オ omelette. ムレツ。いやいやいや。 Ini mangga. Ichi omelette ready now. Oh. Have a seat. ヤミヤミで、来ました。アリババオムレツ。あ、めっちゃ生地がふわふわ。熱っ。めっちゃ美味しいわ、これ。すごいボリューム。すごいボリュームですごいチーズ見てこれ。わメイク。ほぼチーズの味やね。トマトとペッパー入って野菜もたっぷりで美味しい。美味しい。オッケー。トマトあってよ。これ普通にうまいわ。このアリババオムレツ100ルピー。これ朝食にちょうどいいかも。ただちょっと脂っこいけど。ああ。さっきホテルでシャワー浴びてきました。いやー疲れた今日一日。結構風邪もひいててしんどかったんですけど、やっと少し回復しました。で、今いるのがここディランカフェレストランってとこにいます。ここはねルーフトップレストランでクロックタワーもそこに見えて、メヘランガールフォートもあっちに見えてるっていうね素晴らしいロケーションのルーフトップレストランです。で、ビールを頼みました。キングフィッシャー、インドのナンバーワンブランドです。はい、乾杯。はい、乾杯。絶対うまいやろこれ。いやー生き返るねー。めっちゃうまい。で、食べ物も頼んだんでそれも紹介します。いや、絶景やね。ここでビール飲みながら食事が取れるなんて最高。で、こちらのディランカフェレストランゲストハウスもやってて、僕ら2泊してるんですけども、オーナーのサリムさんっていう方がいらっしゃるんですけど、ちょっと日本語喋れてすごい親切にしてくれるんで、結構おすすめです。今10月17日なんですけども、夜は涼しいです。で、このジョードプールは乾燥してて、洗濯物とかも部屋に干してもすぐ乾くんですよね。だからジメジメしてなくて過ごしやすいけど、ただ乾燥して喉が結構痛みやすいんで、日本から喉飴とか、あとは喉スプレーとか持ってくるとより良いかなって思いました。はい、料理来ました。で、頼んだのはロティ2枚とクミンライスとエッグプラント、ナスのカレーやね。斉藤くんがベジタブルビリヤニ。インドではロティの方がめちゃくちゃ安くて、ナンはだいたい100ルピーから、ロティは10ルピー。インドの人はロティかチャパティ、あんまりナンは頼まない。で、日本みたいにでかくない。日本のナンってめちゃくちゃでかいんやけど、インドのナンってちっちゃくて、で、高級食品みたいな感じで、インド人はあまり食べないです。で、食べてみます。サリムさん、オーナーの。はい、ナマステー。こんにちは。美味しい。日本語もちょっと喋れる。はい。ニハオ、ニハオじゃない。このクミンライスめっちゃうまいわ。それだけで？これだけでいける。で、インドではベジタリアンが多いねんね。あんま肉食は好まれてない。ちなみに上流階級になるほどベジタリアンが多くなるんやって。カリフラワー丸ごと入ってるし。おお、嬉しいね、カリフラワー。いただきます。もう全部青いけどね、このライトアップで。やっぱカレー風味やね。ビリヤニやからカレー風味やろ。美味しい。食べやすい。辛くないね。うまい。はい。これが僕の部屋です。はい。結構いい感じでしょう。で、こういう感じで日本から洗濯品も持ってきて干してるんですけども、あまりにも乾燥してるんで、このジャージ、
これが本当に半日で乾く。で、ここはエアコンありの部屋やね。そんな感じ。はいこれが斉藤区の部屋か。こはいめっちゃこ青は浄土プールらしいそうそうそう青い部屋やね。上も土壁というかなんていうかね、あ、これあれや。普通の扇風機ついてるやん。こそうそうそれバスルーム。うバスルームシャワールームねああ、広いな。んうちの部屋より広いかも。なんか異空間で面白いよ泊まるここはまだないねんね。うんあそこあるけど、そうそうそうホテルの通路が見える。だからちょっと微妙やけど、いやそれはそれで面白い、んこんな感じですはい、皆さんいかがでしたでしょうか。浄土ブルー1日あればほぼ全て回ることができます。で最後見てこれクロックタワーライトアップされてめちゃくちゃ綺麗。僕ワンピース全く見ないんですけど、ここは来る価値ありますね、うん間違いなく綺麗で、今日いろいろ回ったけど最後に注意点だけ話します。はい今見ての通り車バイクオートリキシャの往来がすごい多いと思うんですけども、マスクした方がいいですね。そやねそう乾燥してるし砂ぼこり立ってるし、うんすぐ喉痛めます。特に扁桃腺弱い人ね気をつけた方がいいです。今日もかなりダメージ食らったんですけど、ホテルで寝てね少し回復しました。少しでもねこの動画が参考になれば嬉しいです。もしよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いしますバイ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 